いたします。はい、お願いします。それでは、次の質問に行きたいと思います。これもですね、多かったやつどんどんやります。ベータテストフェーズ4で、波術師は実装されますか？おっと、どうでしょう。きた。さて、実機をいきますか。じゃあ、ちょっと水ぐらい飲んでもいいですか。ってことは実装されますか？どうでしょうね。ちょっと場を、なんですか、もろつなぎますか。踊ってみたり。それは難しいですね。まあもう一個関連して、どんどん気が早い質問ですね。波術師、召喚師、学者が戦っているところを見せてほしい。いいですよ。もうまとめてお見せします。本当ですか。見せていただけますか。じゃあ皆さん、お待たせしました。波術師が実機で見られるコーナーでございます。リキャストタイムかなと思ってます。いいですよ。はい、じゃあ画面お願いします。はい、こちら何でしょうか。波術師ですね。出ました。波術師です。皆さん、こちらが生の波術師でございます。お待たせしました。間に合ってます。もちろんさっき僕勘のいい人も気づいたと思うんですけど、製品版と変わらないですと、オープンベータ。そうですね。なので波術も当然入っております。やったー。ですのでベータフェーズ4からデータも引き継がれるので、もう波術でプレイするんだ俺はと、心に決めてた方は、すぐプレイをしていただける。やりましたね。リムさんが小野王国ではなくなる日が来ますね。来ますね。本かっこいいですよね。はい、ちょっとじゃあ波術をせっかくなのでご紹介していただいてよろしいですか。はい。お下げでしょうか。大丈夫ですね。はい。出ましたカーブ。はい。まずこいつは、魔法を使うペットですね。だから、遠距離から攻撃をする。もちろんね、近づかれたら普通にアタックもしますけど。で、まずはどっからお話ししようかな。質問としてはですね、波術ってコンテンツファインダーのロール何なんですかっていうのが結構多かったです。なるほど。そこからいくとどうでしょうか。皆さんヒーラーと予測されてた方も結構いると思うんですけど、もう答えから言うと DPS ですね。ただ、さっきモルボル言ってましたけど、ベータフェーズ3でリムサでスタートできるクラスが斧しかいなくて、蛮族って呼ばれて、すごかったですね。僕もフェイトのスクリーンショット見て大爆笑だったんですけど、彼らにその回復魔法のね、偉大さを覚えていただくためにフィジクっていう回復魔法を持っております。ある程度回復もできるんですよ。で、あと例えば、ペットユーザーなので、ペット専用のこのサスティンっていうスペルを使うと、自身のヒットポイントをちょっと消費して、カーバンクルに今177とか出てますよね。時間でこう回復していくのをかけられます。だから自分が出したペットをモンスターにぶつけておいて、体力が減ってきたらサスティンしてあげてくれれば、ペットも回復していくし、一気に回復したかったらフィジクをかけてもらえれば回復もできると。これ序の口すぎますね。もうちょっと見せていただけますか。で、じゃあペットについてちょっとお話しすると、これが今波術師本人のクロスホットバーですね。で、こっちがペット専用の EX ホットバーって僕ら呼んでいて、ペットやに乗った時とかに出てくる専用のホットバーでカスタムができないんですけど、ペットのものだけが入っていますよと。で、まず基本コマンドなんですけど、期間は、命令すると帰ります。ペットが消えます。で、待機はその場で止まりなさい。で、追従はついてきなさい。で、移動はあそこへ行け。ですね。で、ここですね、これ。なるほど、それで移動をやると、そう、グラウンドターゲットが出るので、ここへ移動しなさいって。いきますね。かわいいですね。で、なんでこういうコマンドがあるかというと、それは後でまたちょっと説明します。
で次にセミオーダー、インターセプト、ピース、フリーファイト、はい、画面見えるかと思うんですけど、これが何かというと、まずピースにしておくとペットは一切何もしません。例えば、はい、主人である僕がモンスターに襲われても、一切何も行動をしないというのがピース、はい、余計な手を出してほしくないシチュエーションってやっぱあるので、例えばクロマがスリプルをかけた瞬間に、敵士が一瞬だけ自分に来たのにペットが反応してしまうと起こしてしまったりする時もあるじゃないですか。なのでピースにすると一切何もしません。で、フリーファイトにしておくと、基本はもう裏で僕よく14は実はモンスターの AI とかガンビット、12の仕組みのガンビットで動いてますっていう話をしてたんですけど、自己 AI で動いてくれます。でセミオーダーは何かというと、特定の技を使わせたいっていう場合に関してはセミオーダーにしておくと、こっちにこれモンスターじゃないペットが持ってるアクションなんですけど、エメラルドの輝き、ガスト、吹き飛ばし、ダウンバースト、例えば AE のダメージを使っここではもう AE を使ってほしい時に関してはセミオーダーにしておくと命令を聞いてくれる。なるほど、はい、指示も出せるということですね。指示も出せる。セミオーダーなので、100% 言うことを聞くわけじゃないです。なるほど。ペットのガンビットって賢いので、今そこでそれ使えないもんだっていう時は従わないです。なるほど。できないことはしない。しない。はい。なるほど。だからペットも細かく操作したいと思えばできます。ただ基本はもうあれです、フリーファイトにしといてくれれば賢く動いてくれるので、よほど、高難易度のコンテンツとかに行かない限りはあんまりまず気にしなくてもいいと思います。ただやろうと思えばこれぐらい細かいことができますよっていうことですね。で今、待機させてるんで、追従にすると帰ってきます。で破術本人なんですけど、ペットユーザーなので、本人自体のその魔法攻撃力っていうのは実はそんな高くないです。やっぱり2人で一人前、で前にも言ったように、キャスタークラス、魔法を使うクラスではありますけど、デバッファー、いわゆる弱体化する魔法をたくさん持ってます。でそれがこのバイオ、それからバイオラ、ミアズマっていうあたりで、この3つのスペルが割と基本になってます。魔法ですね。でルインっていうのが、普通に魔法攻撃をするキャストをしてダメージなんですけど、ルイン自体の攻撃力は非常に低いです。でなので一番最初、例えばですね、まずバイオを入れます。バイオってインスタントキャストなので、でバンバンと頑張ってる。お、吹き飛ばしましたね今ね。そうですね。いろんな技が。はい。で範囲が消えたんで、でバイオを入れて、ミアズマして、そのモンスターのターゲットを見ていてくれればいいんですけど、これ全部属性の違ういわゆるドットって呼ばれてるものですね。なるほど。複数種類入ってる状態。そうですね。なので基本はこの複数種類持ってる弱体魔法をかけて、この、弱体魔法が途切れないように常に弱体を積んでください。でさらにこのベインっていうスペルがあるんですけど、このベインっていうスペル魔法を、例えば僕がモルボルに今3つの効果を全部叩き込みました。でそこにベインすると、これ撒き散らしたりします。その効果を周囲に、周りに。なのでモンスターがたくさんいればいるほど、自分がかけて回らなくても一気にそれが飛び散ってダメージになっていくので、それで大量の敵がいる時こそ一気にどんどん削っていく。なのでペット自身のダメージっていうのももちろんそうですけど、術者もすごくこう
なんだろう、ローテーションをきっちり考えて、で今敵に何が入っているかっていうのを把握して戦っていくっていうのが破術ですね。だから結構考えていくことになります、ね、従来のクラスとはまた随分違った戦い方ですね。であとここにあるエーテルフロー、はい、これを使うと、はい、エーテルフローっていう状態が3つ、呪術をベータ3でプレイされた方とか、はい、アストラルファイヤーが1、2、3ありますね。あれがいきなり3つつくようなものです、自分に、うん、でその3つついてるこのエーテルフローの状態になると、エーテルフローの状態、エーテルフローを消費して唱える魔法とかが使えるようになるので、この3つをどのタイミングで使って、でかつこのエーテルフローってリキャストが60秒あるので、なるほど、60秒ごとにエーテルフローをしておくぐらいの気持ちでいってくれればじゃあこれレベルが上がると結構やることいっぱいありますね。そうですね、エーテルフローはレベル40超えると3ついきなりスタックしてつくので、でこれまあやっぱり僕の癖でね、いきなり全部解説しますけど、1個ずつ最初そうですね、最初に破術を選んだらなんとカーバンクルも呼べないです、なるほど、ルインしか使えないです。なるほど。で次に覚えるのがバイオで、最初はこうルインで攻撃してるじゃないですか。弱いなこいつ全然ダメージ出ないや、でバイオを覚えると、バイオを先にインスタントに入れてドットで減らしな毒で減らしながらルインでダメージを入れて、でオニオニをするとカーバンクルが使えるようになって、はいっていう感じで進みます。ちゃんと行っていって覚えていける、行っていって覚えていくことになります。はい。でこっちがはいカーバンクルとタンクですね。こっちがタンクのペットですね。はい。さっきと技も変わりますね。こいつはもう直接戦闘に引いててるので。なるほど。はい。でレベルが上がっていくと、この辺のラウズっていうスペルを使ったり、まあ今まだ入れてないんですけど、ペット自身をインスタントで一瞬こうパワーアップさせる、当然ペットクラスなのでペットを強化するスペルも魔法も持ってるので、まあそれらを駆使してですね。なるほど。これが基本破術です。なんでこんなに破術師をいっぱい説明したかというと、この後出てくる召喚と学者の基礎だからです。で、じゃあ、はい。続きまして、おっ、入りましたね。入りましたね。召喚になったので、カーバンクルは、はい。ただまあちょっと秘密があるんでね、あんまり言えないこともいっぱいあったりするんですけど。わかりました。はい。じゃあ秘密は秘密にしておきましょう。で、まあちょっとリキャストタイマーがかかっちゃうんで。はい。じゃあその隙に、はい。ちょっとじゃあワイプ一回カメラにしてください。はい。あと質問としてあったのはですね、破術師のフィジカルボーナスは、召喚師と学者で共通なんでしょうかというものがありました。いやバラバラですよ。なるほど。バラバラです。はい。あまり気にしなくて大丈夫です。振ってないですね、こいつね。あ、戻しても大丈夫です。はい。でですね、はい、召喚にこうなるとですね、まあここちなみにあれですね、クルザス、大神門前ですね。なかなか晴れないんですよ、ここ。そうですね。ずっと吹雪いてることが多くて。で、基本は破術師をさらに攻撃特化させた形が、召喚師になってます。で、呼べるペットがとある条件というか、まあ、ジョブクエストやっていくと分かるんですけど、はい、変わります。はい、まず、はい、出てきましたね。で、イフリートエギですね。イフリートエギとガルーダエギはアタッカータイプのペット、で、イフリートエギは直接攻撃、近接 DPS ですね。でガルーダエギは、遠距離、魔法がメインで、タイタンエギがタンクの、ペットというか、召喚になりますね。でかなりペット自体も強いです。で基本は、本体である
召喚士はさっき破術で説明したように、やっぱり弱体系の魔法をたくさん使います、はい、でさらにまあこれかなり高レベルじゃないと使えないんですけど、お、はい、クラウドターゲットですね、はい、シャドウフレアで、これはこういう範囲を作り出して、この中にいる敵に、強力な毒かつ、スローかな。なるほど。はい、かかって、要はこの陣を引きつつ敵をこの中に入れて、じゃあきっとあの中でタンクが戦ってるんだろうとか、そういうのがいいですね。なるほどなるほど。はい、でさらに宮妻バーストっていうスペルが見えると思うんですけど、バイオ、バイオラ、宮妻の3つがかかってる状態でさらにそれを激化させる、はい、バスさせるみたいなことがあるので、それをでこれもやっぱりエーテルフローを使って、はい、ローテーションを組んでいくっていう感じになっております、はい、で特定条件を満たしていくと、サモン2、はい、サモン2が体内に変わりますね、はい、特定条件満たしていると、はい、サモン1の魔法がガムライに変わります。なるほど。ちなみに、はい、質問であったのが、発表された絵技、この3種の絵技がすでに発表されてますが、これ以外に新しい絵技って追加する予定あるんですかっていうのが来てました。多分それをやるタイミングはレベルキャップが解放されたタイミングとかになってくると思います。もう基本この3種でほぼ基礎は出来上がってると思っててもらえれば良いです。あとはまあ召喚獣、まあ、絵技とはいえなので、利口技Q40 をプレイされてた方、あとベータ3でねイフリートと戦った方はね、某攻撃を食らったりしたと思うんですけど、この絵技にもその利口技を使う技が用意されてたりするので、それはもう皆さんプレイをお楽しみにという感じでしょうか。はい、いいですか、学者に。はい、次行きましょう。やっぱりあれですね、クラスやジョブの説明は思ってたより時間食いますね。食うんですよ。はい。で基本、ちょっと徐々に割愛しますね。はい、攻撃手段は、変わりません。はい、でロール、召喚士は DPS、はい、で、学者は完全なヒーラーです。ヒーラーで、もちろんドット系の攻撃は継続して使えますが、2種類のペット、直接回復を一緒にやってくれるペットと、はい、味方にプラス効果のバフをかけ続けてくれる、ペットの2種類、フェアリー2種類のフェアリーを切り替えて、切り替えてっていうのはリアルタイムじゃないですよ、召喚の魔法詠唱って結構長いんで、ですね、あれはなんでかというと、ペットのヒットポイントが減ってきたら、こう戻しちゃってすぐ新しいのを再召喚すると、全開ですかみたいな、それのバランスのために当然キャストは長くなってるんですね。で回復は基本、じゃあ白魔と何が違うんだいっていうところなんですけど、単なるヒールをかけるんではなくて、回復すると同時にシールドを貼ります。分かりやすく言うとストーンスキン、例えばストーンスキンって、受けたダメージをストーンスキンの効果がある分だけ吸収するじゃないですか、ああいった形で、回復しつつ、同じ数値のシールドを貼るので、シールドが貼られるとそのしばらくの間そのダメージは、無効化になるので、そういったスペルをたくさん持ってます。なるほど。あとはエーテルフローしている、エーテルフローって MP をドレインしたりドレインするエナジードレインとかもあるので、MP 回復したい時はエーテルフローして、なるほどなるほど。でかつエーテルフローをこうしている時ってのみ使えるこっちですね、インスタント一瞬で魔法を詠唱する、スペルだったり、あとこれも GT です、これは
物理ダメージを軽減する陣中にいれば、はい、あります。へー。ですので巨大なボスとタンク、近接アタッカーが戦ってる時に貼っといたり、敵からすごい強力な攻撃が来そうな時に陣を貼ってあげることで、そもそも全体のダメージ量を下げられるとかですね。じゃあ結構もう分かりやすくぐらい結構白魔とは違うタイプのヒーラーのことなんですね。だから回復すると同時に支援効果をもたらしていくっていうで、リザレクト使えますし、あとPB 自分を中心にした周囲に対して AE ヒール、エリアエフェクトの、回復魔法を持ってたりしますので、正直8人でプレイするようなコンテンツの場合は、白魔1人、学者1人の方がバランス的には素晴らしくいいです。確かに組み合わせ良さそうですね。はい、なるほど、ありがとうございます。これがおおむね長かったですけど、結構やっぱかかりましたね。かかりました。ちなみに、魔術師が、ロール別に召喚と学者に派生していくように、よく聞かれますね、これもね。今後他のクラスの中にもロール別に派生していくものが出てくると思うのですが決定すごいですよ。どのクラスに何のジョブを追加するとか構想ありますか？いや、構想はありますで、僕は、気の早い話って皆さん思うかもしれないんですけど、僕らの中では 3.0 って呼んでるエクスパンションの、プロットとそこに至るまでのパッチでの計画の中で、メインストーリーがさらにどうリアルタイムに進んでいくのか、やっぱり Q14 でその第7零祭っていうシナリオをやってきた時に、やっぱこのライブ感っていいなと思って同じように、そこまでねメテオがまた降ってくるのかというとそうじゃないんですけど、ライブ感を持ってまたシナリオを進めていこうと思ってるので、その辺は出来上がってます。で、当然どのタイミングでどんなコンテンツを提供していくかっていうラフ案ももうあって、ってことは当然いろんな計画があるというわけで、逆にだんだん言えなくなってきましたね。時期が来たらちゃんとお話ししますので、まずはローンチを、そうです、まずはローンチですからね、楽しんでいただいて、そもそもね、たくさんクラスもジョブもいるじゃないですか。そうですね、19クラス9ジョブスタートですよ。だってまずはこれをぜひやってみてください。